ねえのぞみ、連想ゲームしよう。チリンチリンって聞くと何を思い出す？チリンチリンベル？惜しい。でも夏だよ、夏。風鈴。正解。風鈴の音、チリンチリン。窓のところに吊るすやつね。そう。不思議なんだけど、あの音を聞くとなんか涼しく感じない？感じる。気温は同じなのにね。そうなの。今日はこの夏の音とその音を言葉にするオノマトペの話をします。ということで始まりました。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間です。私たちみさきとのぞみがお届けします。でもさ、風鈴っていつからあるんだろ実はね、すごく古いの。元は中国から来たんだって。う。そうなんだ。最初は涼しむためじゃなかったの。魔除けだったんだよ。魔除け？綺麗な音が。そう。昔はお寺の屋根の四隅に吊るしてたの。金属の大きいやつをね。お寺に？音が聞こえる場所は悪いものや病気から守られるって信じられてたの。へえ、涼しさじゃなくてお守りだったんだ。そうなの。で、江戸時代にオランダからガラスの作り方が来て、ガラスの風鈴ができたの。透明で可愛いやつ。そう、江戸風鈴。それが広がって、だんだん夏の涼しい音になっていったの。風鈴って外国にもあるのかな？あるよ。英語だとウィンドチャイム。でもちょっと違うの。どう違うの？海外のは長い金属の管がいくつもついてて、メロディーみたいに長くなるの。カランコロンって続くやつ。そう。でも日本の風鈴は小さくてチリって短い一つの音。確かに、ずっとはならないね。で、日本のは下に細長い紙がついてるでしょ。短冊。あれが風を受けて揺れて鳴るの。だから音がすると、風が吹いたってわかるんだ。そう。音で風が見える。だから涼しく感じる。なるほどね。あとね、最近は100円ショップでも売ってるんだよ。手軽になったね。でね、風鈴が2000個くらい飾られる有名な神社もあるの。川越の氷川神社。2000個。それはすごい音だね。綺麗で写真を撮る人も多いよ。じゃあ風鈴の話はここまで。次は夏の昼の音。昼の音といえばセミでしょ？だよね。セミの声。ミーンミーン。日本の夏って朝からセミが本気だよね。本気。目覚まし時計より強い。ミーンミーンって全力。休憩しないよね。しないね。あとね、セミの種類で鳴き方も違うの。ジージーもいるし、つくつく帽子もいる。つくつく帽子。名前がもう鳴き声。そうなの。で、使い方はね、セミがミーンミーン鳴いている。鳴くと一緒に使うんだ。そう。海外の人はセミの声うるさいってびっくりするみたい。わかる。でも私たちにはそれが夏が来たって音なんだよね。風鈴もそうだったけど、夏には他にも涼しい音があるよね。涼しい音？例えば氷の音。グラスの中でカランカラン。麦茶とかアイスコーヒーとか。そう。氷がカランカラン言う。それだけでちょっと涼しい感じしない？する。これも音で涼しい。で、食べ物だとかき氷。かき氷はシャリシャリ。シャリシャリ。氷をスプーンですくう音。なんか音まで冷たい。音まで冷たいっていいね。まさに夏の言葉。夏って急に音が変わることもあるよね。夕立ね。夏の夕方の急な雨。雨の音もオノマトペあるの？あるある。強さで変わるの。少しだけなら、ポツポツ、ポツポツ、かわいい。静かに降るのは、しとしと。で、強く降ると、ザーザー。ザーザーは強そう。強い。雨がザーザー降ってる。夏はこれが急に来るの。で、雷も来るよね。来る。空がゴロゴロ言い始めると、来るなって思う。夏の夕方って感じ。そして洗濯物を取り込む時間。急いで、ピカッと光って、ドーン。光が先で音が後。夜になるとまた違う音が聞こえてくるよね。夏の夜といえば花火。出た。花火の音はまずヒュー。上がっていく音ね。で、ドーン。そう。花火がドーンと上がる。お腹に響く感じ。で、小さいのがいっぱい。パチパチ。花火はそれだけで話が長くなるから今日はこれくらいで。あと、夏の夜はお祭りの音もあるよね。あるね。遠くからドンドンって太鼓の音。遠くから聞こえると、どこかでお祭りやってるって思う。そう。
笛の音はピーヒャラ。人の声はガヤガヤ。ガヤガヤいいね。楽しそうな音。でもね、夏にはちょっと嫌な音もあるんだよね。ブーンって音、夏に多くない？ブーン？扇風機？それもある。エアコン？それもある。でも、嫌だ。夜寝ようとした時に耳の近くでブーン。それ夏の怖い音だよね。プーンって聞こえて電気をつける。そう、もう寝られない。蚊がブーンと飛んでる。あれは本当に夏のリアル。綺麗な夏だけじゃないよね。じゃあ今日の話、ちょっとまとめてみよう。まず風鈴。元はお寺の魔除けだった。今は夏の涼しい音の代表。チリンチリン。昼はセミのミンミン。夕方は夕立のザーザー。雷のゴロゴロ。夜は花火のドン。お祭りのドンドン。そして蚊のプーン。最後それ。でもね、こう考えると面白いでしょ。夏って景色だけじゃなくて音でも覚えてる。音を聞くだけで、あ、夏だなーって思う。皆さんはどんな音を聞くと夏だって思いますか？ぜひコメントで教えてね。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらサンダル登録してまた帰ってきてね。また次回、レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。